にしか何が起きたのかわからない。シェール・リングウォルド、考古学科の2年生です。いつからですか？今日一日どの授業にも顔を出さなかったらしいんです。そしてこの時間になっても。なんですの？シェールって子がいなくなったらしい。ここにいてもいいですか、シスター。はあ？ひょっとしたら無断で出かけてまだ帰ってこないだけなのかも。だから彼女が戻るのを。いえ、それはいけません。お願いします。彼女を待っていたいんです。しかし規則ですから。でも部屋から出ないということならばどうですか？寮の責任者として私に責任がありますから。私も一緒にいます。何か問題が起きたら責任は私が。そうですか。シスター茜がそうまでおっしゃるのなら仕方ありませんわね。それではこの件に関しましてはシスター茜に一任ということで失礼いたします。ほらあなたたち、こんなところで何をやっているんですか？戻ってくるかな？戻ってくるよねの方が響きはいいぜ。まさかですね。まさかですわ。無断外出だといいわね。それはそれで問題ですけど、でもその方がいいですね。日記？みんなの身に何が起きたのか私は知っている。人が消えることは別に珍しいことじゃない。世界中至るところで起きていることだ。でも一箇所でこれだけ立て続けに消えるのは珍しいわ。つまり一連の失踪事件は宇宙人によるアブダクションだと？オブジェの前から10人もの生徒がいっぺんに。彼らの他にあんなことができる者はいないわ。私には彼らの存在が感じられる。間違いなく彼らはここに来ている。昨日エリザベス・リョーコ・ブライアンという生徒が消えた。やっぱり。何か分かったの？感じない？耳鳴りのような頭の中を圧迫される不快な感覚。私にはちょっと。そう。ということはみんなの消えた場所が分かるということ？そうね。ということはリタ先輩の消えた場所分かるかしら？放送家の？そう、白マントの取材に行ったきり帰ってこないの。白マントじゃないわ。彼らよ。分かるの？消えた場所。そこへ行けば分かるわ。怪しいのはどこ？彼女たちには分からないのだ。メリナスカフ氏が消えたシャワールーム、佐藤麻子が消えたプール、そしてオブジェ。みんなが消えた現場には必ずあの不快な波動が残っている。彼らがそこに来た証拠だ。でも
わかるのは私だけのようだ。どうして私だけなのか。それは11年前のあの出来事が関係しているのだろう。11年前のあの日、私は彼らにあの日のことは今でも夢に見る。正真正銘の悪夢だ。それで彼女現代宇宙論を勉強しているのね。何ですかそれ。宇宙そのものについての学問よ。誕生とか成り立ちとか。きっと宇宙人にさらわれたという幼い頃の記憶があるから。宇宙人か。あそこにはあまり行きたくなかった。あそこは彼らの波動が強すぎる。でも逃げていてはダメだ。彼らにさらわれた恐ろしい記憶に打ち勝つには。あの二つ岩を見つけたのは偶然じゃなかった。彼らに呼ばれた、そんな気がしたのだ。強い波動を放つ二つの岩。彼らはどうしてここを教えたのだろう。こんばんは。UFO ね。それで宇宙人が君をここに呼んだ理由は分かったの？いいえ。 UFO を見たことは？よく星を眺めに来てるんでしょ？流れ星ならあるけど、残念ながら UFO にお目にかかったことはないな。それに見たとしたって人には喋らないよ。どうして？どうしてって彼らがそれを望んでいないから。怖い。彼らは私を覚えている。そして私のことを快く思っていない。だからあの男に警告させたのだ。あの男は多分メッセンジャー・オブ・ザ・シングス。お、入るときはノックくらいしろ。したよ。ほい、差し入れ。サンキュー。で、なんか用か？なーに、若い男女が二人っきりでいるとあらぬ誤解を招くんじゃないかなと思ってさ。とか言ってただの野じ馬根性だろ。分かってんなら聞くなよ。でも実際なんか面白そうなことになってるみたいじゃねえか。 UFO か。興味深い話だな。それで日記の男に心当たりがあるみたいだったけど、メッセンジャー・オブ・なんとかっていうのは何なんだ？正確にはメッセンジャー・オブ・ザ・シングス・イン・ジ・アース。地球にはすでに宇宙人とつるんでる奴らがいて、 UFO なんかの目撃者に圧力をかけて言いふらさないようにさせたり、嘘の証言をさせて宇宙人の存在を隠そうとしてんだ。なんでそんなことするんだ？そりゃお前いろいろとバレたら困ることがあんだろうがよ。だからどんなことだよ。知るかよ、んなこと。宇宙人に聞いてくれよ。会えたら聞くよ。あ？本当にいたらね。山ほど聞きたいことがあるよ。消えた子たちはどこにいるのか、どうやって消えたのか、なんでそんなことしたのか。本当に宇宙人がいたらね、聞いてみるよ。なるほど。 UFO なんか信じないってタイプか。どうかな。なんか繋がらないだけだよ。繋がらない？うん。不思議なことならここへ来て何度もあった。この間も。
少年ね。そりゃ気のせいってやつじゃない？霧出てたんだろ？いたんだよ、間違いなく。僕を森へ導いて消えた。ふん。だから気になるんだ、この日記のこと。森の二つ岩とか謎の男とか。だけど宇宙人とは思えない、どうしても。同じかもしれないわ。え？シェールが宇宙人だと思い込んでるだけと考えたらどうかしら。そうか。宇宙人も消えた男の子も目撃した人間の主観で本当は何なのかわからない。でもお前もシェルもたどり着いたのは森。海兵？シスター。あの時シスターも森にいましたよね。森に？ほら、リタの一件があった時です。私が森に？そうです。お前大丈夫か？やっぱ夢でも見てたんじゃねえの？え？まだ戻っていませんね。うん。ひょっとしたら彼女簡単には戻らへんかも。無断外出じゃない？多分ついこの間彼女うちとこに来はりましてん。一応有名ですから、シャノンの UFO を呼ぶかもしれない曲の数々。まだ来たことないけれど。 UFO を呼ぶためのプレリュードまだ序章どす。それにうちの呼んどる UFO 班は人さらいなんかしまへん。まだ見ぬ理想郷への水先案内人なんどす。で、シェールは？昨日のことなんやけど、確かめてほしい。ええ。あれがわかる人がいるとしたらあなたしかいない。シェール班とうちの UFO とはまるで違います。なんや勘違いしはっとるなぁと思いまして。で、どうしたの？二つ岩とか言い張りますところへ。どう？なんやのこの感覚。よかった、それを分かってほしかったの。もう一つ頼みがあるの。シェール班怯えてはりました。自分もまた宇宙人に連れて行かれる言うて。どうしてそんなことを？次はお前だいう声が聞こえるらしいんです。もし自分が消えたら二つ岩は危険やと理事長班に伝えてほしい、そう言わはったんです。自分が消えたら？証拠になると思ったのね。犯人は宇宙人だっていう。シャノンに確かめてもらったのも自分が消える前にその存在を裏付けてほしかったからじゃないかしら。宇宙人かどうかは分かりしまへん。でもあそこは不思議な場所どす。どんな感じなの？落ちていく感じ。お腹がギュッとくすぐっとうなる。ジェットコースターに乗った時と同じどすわ。ほなおやすみなさい。ジェットコースターか。ってことは、でも人によっては快感じゃねえか。シェールはジェットコースターが苦手なタイプだったのか。海兵、こりゃ俺たちも行ってみるしかないんじゃねえの？二つ岩か。爆睡してたな。ああ。朝になっちまったな。ああ。まだ戻ってないんだ。ひょっとしてみんなずっと起きてたの？起きてたというか眠れなかったというか。さてと、どうする？
二つ岩まで一緒に来てくれる？え？日記の最後のページはこう終わっているんだ。彼らが呼んでいる。彼らから逃れることはできない。これから二つ岩に行く。あそこに行くのはこれが最後になるだろう。朝の放送です。ウェイクアップウェイブ。今日の担当は放送開1年海野マーコ。また生徒の一人が行方不明になりました。森へ行ったまま戻らないそうです。先生方が今その捜索に当たっています。そのため今日の午前中の授業は全て自習になります。捜索はここを起点に放射状に進めたいと思います。午後の授業に間に合うように4時間経ったら一旦打ち切りましょう。ところでここに立って何か感じる方はいますか？感じる？いや、何もなければいいです。それではよろしくお願いします。宇宙人の足跡でも見つければいいのか？海兵、ここまで大掛かりにすることはなかったんじゃねえのか？もしもシェールが消えたんじゃなくて怪我して動けないんだとしたらさ。この方が見つけられるってか？その可能性どれぐらい信じてんの？不思議やわ。今は何にも感じられへん。ほんじゃ俺たちじゃない私たちも探しに行こうぜ。そうね。おい、海兵、海兵。何やってんだ？結局無駄足だったな。日記なんかに振り回されて授業をおろそかにするなんて。理事長としての責任能力が問われるぞ。ったくもう無理して徹夜なんかすっから。どうしたんだろう。今理事長が戻ってきました。理事長、みんな捜索の結果を知りたがっています。手がかりは何も見つからなかったということですか？今日のところは15人目の犠牲者と考えていいんですか？犠牲者？はい。ちょっと待って、そういう言い方はあんまりな。違うんですか？
ゃないよ。シェールは一体何を感じていたんだ。UFO？ UFO か。あながち間違いじゃないかも。宇宙から来るんだよね。風は何を運ぶのか。